皆さんこんにちは、こんばんは、りょうです。今回は軽井沢へやってまいりました。冬はスキーなども楽しむことができ、夏は避暑地として大変賑わう観光地です。神々しい教会もたくさんあり、ロマンチックな結婚式を挙げることができるので、リゾートウェディングの地としても人気があります。東京から新幹線で1時間ちょっとで行けるのも魅力ですね。そんな軽井沢に夫婦やグランディブランドなどの高級ホテルを展開する加藤プレジャーグループさんが全く新しいスタイルのリゾート施設をオープンしたということで、今回宿泊してみました。第一印象、これは別荘ですかと思うくらいとんでもなくゴージャスな施設で、まるで自分は大金持ちや芸能人になってしまったのではないかと勘違いしてしまいそうでした。とにかく広くてインテリアや設備もすごすぎるので、うまくまとめる自信がないですが、頑張ってレビューしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速ご紹介していきます。今回ご紹介するホテルはこちら、グランディスタイルホテルスイート川の音さんです。一級河川の矢ヶ崎川のほとりに位置しており、すぐ近くには小記念礼拝堂があります。また旧軽井沢銀座通り近くに立っているので、商店街まで徒歩5分くらいで行けます。そして森と川が生み出すマイナスイオンたっぷりの場所で、近くには高級別荘も立ち並ぶスペシャルロケーションです。また軽井沢は雲場駅など駐車場のない観光地も多いので、電動アシスト付き自転車を貸し出してくれるのもありがたいですね。敷地内には完全離れのお部屋が2棟とホテル専用レストランが立っています。今回宿泊するのはソーソーというお部屋です。それでは中へ入りましょう。おしゃれな腰掛けと傘が用意されています。玄関ホールには高級な殴り加工の床が採用されています。全身を映す鏡が小さく見えるほど天井が高いですね。収納を開けてみましょう。加湿器やカードゲーム、調理器具、食器などが入っています。そして隣には、なんと洗濯機が用意されていました。救急箱もあって、いざという時重宝しますね。重厚感のある扉、期待が高まります。あまりにすごすぎて形容する言葉が見当たりません。入った瞬間、ダイニングの吹き抜けに圧倒されてしまいます。めちゃくちゃ高い天井に金ピカのウニのような照明が美しすぎます。そして壁一面がすべて形の違うタイル仕上げになっていて、まるでお城の中にいるようです。高級そうな大理石のダイニングテーブル。ワインセラーもあり、名のあるワインが揃っています。ダイニングの奥にはプライベートキッチンまで完備されていて、手料理を作ってパーティーなどもできるようになっています。冷蔵庫を覗いてみましょう。アルコール類をはじめフリードリンクが備わっています。そしてこちらは一級のダイヤモンド会員特典です。なんと今回はワインセラーにもあったジョセフ・ペリエのスパークリングワインでした。そして生卵やグラタンなど様々なお料理、食材も入っています。こちらについては後ほど詳しくご説明します。それではリビングの方へ行ってみましょう。ゴージャスなのに落ち着きのあるリビングですね。そしてなんと憧れの薪ストーブまでありました。早速点火しちゃいましょう。めちゃめちゃいい雰囲気になりました。テレビも何インチあるかわからないくらい大きいです。リビングはこれで終わりではありません。さらに奥にはインテリアバルコニーがあります。こちらはエクステリアバルコニーと合わせてくつろぐ空間のようです。両面とも腰掛けることができるソファー、おしゃれかつ機能的ですね。そして窓の外には矢ヶ崎川が目の前を流れていて、ホテルの名前通り川の音を聞くことができます。さらに大きなウッドデッキが川にせり出していて、最高に気持ちの良い環境を作り出しています。川の音と鳥のさえずり、そしてマイナスイオンを五感で感じることができ、これぞ完璧な軽井沢ステイといった感じです。次に寝室を見てみましょう。寝室は1階と2階それぞれにあります。まずは1階の方をご紹介します。ダブルベッドを2台配置してもゆとりある広さがあります。ベッドの高さはなんと69センチもあります。私は寝相が悪いのでベッドから落ちないか心配でしたが、ダブルベッドサイズなので大丈夫でした。そしてこのベッドは加藤プレジャーグループさんがシモンズ社と共同開発した特別なベッドのようで、めちゃめちゃ快適に眠ることができました。
そして窓の外にはおしゃれなウッドテラスと矢ヶ崎川が広がる景観です。目の前の巨木も春には葉が生い茂り、いい雰囲気になると思います。収納を見てみましょう。引き出しにはパーカータイプの寝巻きと T シャツが用意されていました。これならそのまま散歩やジョギングにも行けますね。もちろんバスローブもあります。そしてお部屋やホールなど至る所にこちらのリモコンがあって、何かと思ったらなんと床暖房のリモコンでした。この広い建物を床暖房にしてしまうなんてちょっとレベルが違いますね。お次はサニタリーをご紹介します。サニタリーも1階と2階それぞれにあります。まずはトイレです。車椅子でも入れる広さのパウダールームになっています。手洗いも高級感があり、鏡も大きいですね。続いて洗面室を見てみましょう。洗面室は寝室のすぐ近くにあって便利です。洗面ボールは一段高くなっているので使いやすそうです。ホテルブランドの化粧品っていいですよね。そしてタオルウォーマーまで完備された完璧な洗面室です。なんとここにもトイレがありました。1階部分に2つもトイレがあるなんて贅沢な間取りですね。先ほどのパウダールームよりは小ぶりですが、寝室のすぐ近くにあるので使い勝手がいいです。続いて1つ目のお風呂です。シャワーはオーバーヘッド付きです。もちろんジャグジータイプの広い浴槽です。素晴らしいお風呂でしたが、2階のお風呂はもっとすごいんです。ここまでが1階のご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。1階だけでも超高級ホテルのスイートルームを超えるレベルの客室だったと思いますが、まだまだこんなもんではありません。それでは2階をご紹介します。2階からの眺めも素晴らしいですね。まずは寝室です。めちゃめちゃ広くてムードのあるお部屋ですね。フローリングにまでアクセントが入っています。1階と同じ大きなダブルベッドが2台置かれていますが、それでもあまりある広さがあります。屋根の傾斜に合わせた折り上げ天井には間接照明が照らされていて、広いだけでなく芸術的な内装を演出しています。そしてこの寝室からスペシャルな吹き抜けを眺めることもできます。これは絶対凄腕の設計士が作った間取りですね。さらにこちらには巨大なテラスまであります。ソファーがブランコになっちゃってます。そして屋根付きテラスなのでいつでもくつろげますね。もちろんすぐ下には矢ヶ崎川が流れています。2階なのにそれ以上の高さを感じるのは、天井高が規格外であることを物語っています。ちょっとブランコソファーに座ってみましょう。人目を気にすることなくリラックスできます。2階部分はこれで終わりではありません。こちらには巨大なウォークインクローゼットがあります。姿見もありますね。1階同様、パジャマにバスローブ、それに携帯スピーカーまで用意されていました。まだ何かあるようですね。最近ではワークスペースのことを双方というようですね。機能的なコーナーテーブル、大変お待たせしました。次に2階のサニタリーをご紹介します。おしゃれすぎる空間。鏡自体に球体の LED がついていて、おしゃれなだけでなくメイクしやすい化粧台になっています。アメニティは1階と全く同じです。ここにもタオルウォーマーが設置されていました。トイレを見てみましょう。こちらもゆとりある広さです。カウンターも大きいですね。それではお風呂を見てみましょう。足元の間接照明がいい雰囲気です。めちゃめちゃ広い浴室です。内装も高級感がありますね。浴槽も大きいです。ちょっと入ってみます。
足が短いのではなくて浴槽が広いんです。もちろんジャグジー付きです。こちらもオーバーヘッドシャワーになっていました。お風呂はこれで終わりではありません。この奥にはサウナまであります。しかも温度差を楽しめるよう腰掛けが2段あって、ロウリュまでついた本格サウナです。室内の温度も自由に設定できます。そして先ほどご紹介したテラスに浴室から直接出ることができるので、暑いサウナと気持ちのいいテラスを行ったり来たりすることができます。これもよく考えられた素晴らしい設計ですね。豪華なお部屋でくつろいだ後は夕食です。夕食はこちらのおしゃれなレストランでいただくことができますが、せっかくなので今回私たちは客室の方のダイニングでいただくことにしました。夕食は信州野菜とお肉がベースのコース料理です。お部屋食の場合、バトラーさんが食事の提供や後片付けをしてくれます。早速一休さんからいただいたジョセフペリーで乾杯です。前菜は洋食と和食の2種類用意されているようです。まずはおしゃれな盛り付けのアペタイザーです。カラフルなミニ人参はカレーやチーズなどのソースと一緒にディップでいただきます。3月はちょうどホタルイカの時期でした。長野は海なし県ですが、富山の隣なので日本海の幸を食べることができますね。続きまして今度は和食の前菜です。大きな白魚ですね。お次はスープです。たけのこ、わかめ、地鶏、人参などが入っています。塩桜を添えたおしゃれなお吸い物です。続いてお作りが来ました。見るからに新鮮なお刺身です。お次はお肉です。牛タン、牛ロース、スペアリブなど高級お肉をなんと焼肉でいただきます。焼肉を楽しめるなんて全く想定していなかったですね。お肉を焼いている間に野菜のピクルスでお口直しをします。いい感じに焼けてきましたね。まずは分厚い牛タンをレモンとたっぷりのネギでいただきます。超絶美味しいです。骨付きスペアリブもいい味です。お次は牛ロースです。食べやすいサイズにカットして焼肉のタレや塩レモンダレでいただきました。美味しいお肉を堪能した後は桜エビの炊き込みご飯です。桜エビ、たけのこ、生姜、三つ葉などが入っています。上品で贅沢な締めご飯ですね。エビ大好きなので今度お家でもやってみようと思います。デザートはいちご、オレンジ、キウイの入ったヨーグルトでした。いやー、一品一品趣向を凝らした創作料理で美味しいだけでなく視覚的にも満足できる夕食でした。お野菜をはじめとした食材もとっても新鮮でした。そして焼肉や桜エビご飯などちょっとサプライズ的な演出もあってとっても楽しい夕食になりました。それにしても軽井沢の夜はとても静かで落ち着きますね。それではジャグジーバスとサウナを満喫して高級ベッドで休もうと思います。前日は雨だったのですが、軽井沢らしい木漏れ日の差す朝を迎えました。それでは朝食をいただきましょう。朝食はお好きな時間に自分たちで作って食べるスタイルです。作るといっても昨晩バトラーさんにあらかじめ用意していただいた調理器具で冷蔵庫に準備してある食材を調理するだけです。ご飯もお伝えしてあった時間に炊き上がるようタイマーがセットしてありました。調理方法も分かりやすく説明書が用意されています。それでは調理していきましょう。まずはグラタンをレンジで温めます。サラダはお好きな量を盛るだけです。スープも温めるだけで OK です。こちらの食材は鉄板で焼きたてを食べることができます。小鉢もちゃんと用意されていました。玉ねぎドレッシングでサラダをいただき、お好みの味付けで卵やソーセージをいただきました。
ホテルでありながら自分で調理できる朝食は、まるで別荘にいるような気分を味わえる全く新しいスタイルのサービスですね。しかもお膳立てや後片付けまでしていただけるので、別荘よりも快適にくつろげるのではないでしょうか。はい、今回は軽井沢にありますグランディスタイルホテルスイート川の音さんをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。もし今回の宿が良かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願い申し上げます。いやー、ほんと最後まで楽しい滞在になりました。お金と時間に余裕があれば3泊ぐらいしたいくらいです。おしゃれ、豪華さ、立地、そして新しいスタイルのサービスなど全てが完璧なホテルでした。特に200平米を超えるお部屋はスイートルームという言葉では足りないくらい広くて豪華で、非日常的な時間を提供してくれると思います。カップル、ご家族、そしてグループなどあらゆるシチュエーションでも楽しめて、それでいて完璧なプライベート客室な希少価値の高いホテルです。接客もお出迎えやお見送りが手厚いのはもちろんのこと、滞在中もとても丁寧で温かい接客でした。さすが一流ホテルを展開しているグループですね。アクセス方法は北陸新幹線の軽井沢駅からタクシーで5分くらいです。宿泊前日までにご連絡すると、軽井沢駅から送迎サービスもしていただけるようです。また徒歩でも30分ぐらいですので、教会やカフェ、商店街など散策しながらホテルへ向かっても楽しいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。